はい、ということで今回もやってきましたひろきです。はい、皆さん、私ひろきは夏休みをいただいておりまして、動画を投稿するのをちょっとできずにすいませんまた今週から頑張って投稿していきたいと思います。よろしくお願いしますはい、ということで今回の動画は僕の元に届いた3通の DM に対して返答していきたいと思います。まずこの動画を見てくださっているそこのあなたにお聞きしたいんですけども、友情と恋の境界線ってどこにあるのか。ゲイとして生きてると友達と恋人の間っていうのがごっちゃになる瞬間ってめっちゃあったりしない？相手は親友だと思ってるって言うけど、こっちはもう何年も好きみたいな。でも言えないんだよね。言った瞬間全部壊れそうで今日紹介するのはそんな言えない恋を抱えた人たちの DM です。誰かを思いながら自分の気持ちに蓋をしてただ笑って寄り添って触れられない、そんな恋の痛さと尊さと切なさと、よかったら最後まで見ていってくれると嬉しいです。そしてこの動画を見てぜひあなたの考えとかもいろいろ聞かせてほしいのでコメントお願いいたします。コメントしてね、コメントしてね、コメントしてね。ということで早速行ってみよう。ひろきさん、はじめまして。はじめまして。東京在住のゲイです。自分にはクラブで出会ってすぐ意気投合したゲイの友達がいます。ノリもテンションもツボも全部あって、最初はこんな友達ずっと欲しかったって思ってました。でも一緒に遊ぶうちに気づけばその人にドキドキするようになってて、お酒の勢いで手を繋いだ日、あ、好きかもってはっきり思いました。でも相手はそういう素振りは全くなくて、恋愛対象ってより一緒にいて楽しい友達って感じのテンションなんです。この気持ち伝えたら壊れるのが怖くて、でもこのままでも会うたびにしんどくなる自分がいて、ゲイの友達と好きになった相手が同一人物、このバグどう処理したらいいかわかりません。ひろきさんは友情と恋の境界線ってどこだと思いますかっていう DM をまずいただきました。わかる？もうね、100回ぐらいうなずいた心の中でこのテーマね、一生終わらないんだよ。一生終わらないやつ、これなんかさ、好きになっちゃいけない人ほどさ、好きになっちゃう。友情として出会ったはずなのに、心はね、恋愛にもうね、足突っ込んでるみたいな、そういう感じ？もうこれさ、ゲイ界のさ、もう伝統芸能かっていうぐらいさ、定番の悩みだよね、これクラブで出会って意気投合して、一緒に踊って、お酒飲んで、朝まで語って、気づいたらさ、なんだろう、もう他の誰ともこんな風にいられないかもって思っちゃうやつでもさ、その人にとってはさ、あくまで友達なのかもしれないっていう不安が、夜中のさ、布団の中でさ、喉に刺さる小骨みたいにさ、チクチク残るやつ好きって言いたいけど言えない。隠してるつもりでも無意識に好き避けしちゃったりさ、逆に距離詰めすぎてバレそうになってパニクったりさ絶妙な態度の揺れにさ、自分でももしかして私演技派って思ったりするんだけどさ、そのうち本当に訳がわからなくなってくるんだよね笑いながらさ、冗談っぽく彼氏欲しいって言った時、相手がさ、紹介しようかってって言ってきたさ、あの瞬間の絶望忘れられないでしょいやいや、紹介してほしいのはさ、あんただよっていう話で、心の中でさ、もうちゃぶ台ひっくり返してるよねLINE は毎日、誕生日は2人で過ごす、お互いの家にも泊まるし、なんなら手繋いで寝た夜もある。でも付き合ってない。彼にとってはただの親友。そんな関係はさ、もう誰にも説明できないし、それってさ、もう付き合ってるんじゃないのって他人に言われるたびに、違うよ、違うよって笑う自分がもう苦しいもうこれさ、恋人ごっこじゃん。でもこれはただの恋人ごっこじゃなくて、私の片思いだけで成立している恋人ごっこってやつ。もうね、虚無が過ぎるよ、ほんと一旦さ、ここでさ、ちょっと言わしてほしいんだけど、
ゲイの友情ってさ、濃すぎない？ゲイの友情ってさ、濃すぎない？ノンケの友達とはさ、お疲れの一言で済む LINE が、ゲイの友達とさ、一つのスタンプでさ、朝まで語れたりするじゃん。既読無視とかね、だけでもさ、結構爆弾落とされたような気持ちになるし、グループ旅行の夜はさ、なぜか修学旅行みたいな、そんな感じだよね。なのに、ただの友達って一体どういうことって思うわけ。いや、それで済むんかいっていうさ、友情にしてはね、やっぱりね、密着度ってやつが、高すぎる気がする。でもさ、今のこの DM を送ってくれた方の悩みって、つまり、この関係を失うぐらいだったら黙ってる方がマシ。っていう気持ちと、でもこのままじゃ自分が壊れるっていう気持ちの間でずっと引き裂かれてる状態なんだよね。これ。辛いよね。本当に辛いと思う、これは。もう十分頑張ってるし、十分我慢もしてると思う。だからこそ、あえて言わせてほしいんだけど、友達としてそばにいられるだけでいいって嘘でしょ。本当はさ、自分だけを見てほしいって思ってない？他の誰かと付き合わないでって願ってない？それをさ、友情っていうものにさ、偽装して、我慢っていう名前のラッピングで包んで、自分の本音を見ないようにしてるのって、もう限界じゃない？本当にあなた自身を大切にしてくれる人っていうのは、あなた自身が隠さなくていいっていう関係をくれる人だと思います。気まずくなるかもってビクビクして気を使って遠慮していつまでも片思いを続けるってそれってねもう友情じゃないと思う。じゃあどうしたらいいか。僕からの提案は2択。まず1、告白する。ただし期待しすぎないこと。2つ目は一度距離を置いて自分の心を最優先にする。この2つかな。でもこの2つどちらも勇気がいります。でも、どちらも自分を大切にするっていう選択っていうことには違いはない。もうさ、僕たちはさ、自分がゲイだとして生きていくってなってからさ、友達のふりっていうのも、あと、平気なふりっていうのもさ、もうずっとやってきてるよね。だからこそ本音で向き合える関係を探していいし選んでいいと思う。好きな人を友達としてそばに置くっていうのは優しさじゃなくて、もうそれね自傷行為になることもあると思う。でもねそれに気づけたこの DM 主の方にはもう前に進む準備ができていると思います。ゲイ同士のさ友情と恋愛の境界線というのは確かに本当に難しいと思う。でも本当に自分自身を大事にしてくれるっていう人はその線を一緒に引き直してくれる人だと思います。だからこそ自分の気持ちっていうものに嘘をつかないでほしいなと思います。ひろきさん、はじめまして。僕は32歳、東京在住のゲイです。この方も東京在住の方ですね。数年前に共通の友達が主催したホームパーティーで知り合った A 君というゲイの友達がいます。最初は感じのいい人だなくらいの印象だったんですが、何度か一緒に飲んだり遊びに行くうちにどんどん惹かれていきました。彼はめちゃくちゃ優しくて話をちゃんと聞いてくれるし、何より僕が落ち込んでる時もいつも気づいて声をかけてくれて、気づけば LINEは毎日寝落ち通話までしてる状態に。でも彼には恋人いるんだよねと言われて内心ガラガラと崩れました。じゃあなんでそんな優しくするのって思う自分もいるけど責めたくはない。ただただ友達として接している自分と恋愛感情を抑えきれない自分との板挟みでしんどいです。このまま親友として隣にいるべきか、それとも距離を置くべきか悩んでいますっていう DM をいただきました。これさ結論から言うとさ、このね、DM 主の方の状態って、友情という皮をかぶった恋愛の地獄の中で一人耐久レースをしている状態かなと思いました。まあね、本当によく頑張ってるなと思います。もう文章を読んでて。この DM を読むだけでどれだけ相手を思って、どれだけ我慢して、どれだけ泣いたかがもう画面越しに伝わってきました。しかもさ、きっかけがホームパーティーって恋のトラップしかさ、転がってないあの空間でしょ?LINE は毎日寝落ち通話もやってる？もう恋人じゃん、それ。
傍から見たら。でも彼にはさ、恋人がいるって分かった瞬間さ、それでも親友っていうのをさ、演じ続けようとするあなたの優しさと忍耐、本当に胸が張り裂けそうになる。でもね、これだけはちょっとはっきり言わせていただきたいんですけど、それね、友情のふりした自己犠牲です。もうね、友情の皮がね、ところどころ破けてて、中身の恋心、もうね、もろ出しの状態です、今それ。その状態でさ、恋人いるんだよねって言われてもなお、彼に優しくされたらどう思うかって？それはさ、じゃあなんでそんな優しくするんだよって思ってしまうよね。まず、その彼の行動を優しさだと思っているかもしれないんだけども、それ優しさじゃなくて、人肌の絶妙な温度でさ、あなたを茹でてくるぬるま湯なんだよね。ぬるいんだよ。ぬるすぎんの。熱くもなくて冷たくもなくて、でもそこに使ってると、どんどん判断力が麻痺してくるやつ。で、気づいたら、この距離感心地いいかもって錯覚しちゃう。だけど現実はさ、そのお風呂の出口もうないんだよ。だって彼はすでに恋人持ちって確定済みだから、あなたはこのまま親友としていようか、距離を置こうか迷ってるって書いてあったけど、多分もうこれね、親友じゃない。親友っていうものを名乗るには、心の内側で起きている感情があまりにも好きに偏りすぎている。そして相手にとってあなたはどうか。親友っていうさ、ラベル貼って安心してるだけのめちゃくちゃ便利な存在になってない？都合のいい女っていう言い方があるんだけど、これまさにね、都合のいい親友に近いと思う。あなたが優しくしてくれて、話を聞いてくれて、恋人とは違う安心感を与えてくれる。でも、恋人の席には座らせてもらえない？これ、ただただ辛すぎでしょ。恋愛ってさ、うまくいくかどうかはさ、別としても、本来正面から向き合うものだと思います。でも今のあなたの関係って、正面衝突しないように、ずっと斜めから見てる状態だよね。そんな恋はね、本当に悲しすぎると思う。悲しいよ。だからここで一旦本音にちゃんと向き合った方がいいかなって思いました。今のあなたは責めたくないって、書いてあったけど、本当は責めたいよね。なんでそんな優しくするのって。なんでそんな期待させるようなことを言うのって。なんでこっちの気持ちに気づかないふりするのって。そう思って当然だと思う。でも、その怒りを自分の中で押し殺し続けると、どんどん自己否定がね、始まってくるんだよ。私が勝手に期待しただけ。伝えてない自分が悪い。こんな気持ちになるなんて重いよねって。違う。あなたの恋心は誰にも否定されるべきじゃないと思う。ましてや相手の方がね、思わせぶりのようなことをもししているのであれば、それに対してちゃんと怒ったりするのも全然悪くないと思う。じゃあどうするのが正解か。ここからはあくまでも僕の一個人的な提案の話をさせてもらうと、まずね、距離を置くのは全然ありだと思う。むしろ、必要なタイミングかなと思います。自分をさ、守るためのさ、距離って、恋愛においてめちゃくちゃ大事だったりするんだけど、今のままだと、自分だけが心を削っていくだけになると思うから、全然ありだと思う。あと、思いを伝えるっていうのもあり。ただし、覚悟は必要。これはね、正直リスクもある。でももしあなたがどうしても思いを伝えたいのであれば、今の中途半端な友情より、たとえ壊れたとしても、正直な関係性の方が、後からは後悔は少ないと思います。あともう一個が、新しい出会いを増やす。これもね、よく言われるけど、上書き保存ってやっぱり強いと思う。今はまださ、難しいかもしれないんだけど、恋のリハビリっていうつもりで、少しずつでも人と会ってみるのもありなんじゃないかなって思います。もし親友っていう言葉があなたを苦しめているのであれば、思い切ってその肩書きから離れてみるのもありだと思う。その方がずっと自分に対して優しくできるはず。そうだな、今のこの DM 主さんに対して必要なことは、相手に優しくすることじゃなくて、自分を守ることだと思います。
僕は30代後半のゲイで10年以上仲良くしているゲイの友達がいます。お互いに恋人がいない時期が多くて自然とつるむことも多かったし、一緒に旅行したり宅飲みしたり、このまま老後も一緒かもねなんて笑い合ったこともあります。でも彼とは何度か体の関係があります。いつも決まって彼が酔った夜、今日だけ恋人ごっこしない？お前といると落ち着く。誰よりもお前のこと分かってると思う。そんな甘い言葉の後に体を重ねて朝になると何もなかったかのように普通の友達に戻る。最初は酔ったノリだしって自分に言い聞かせてたけど、何度も同じことを繰り返すうちに僕の方がどんどん本気になっていってしまいました。言いたいことはたくさんあるのに関係が壊れるのは怖くて、友達としてのポジションを必死に守ってしまう自分がいます。でも本当はもう限界です。友達なのに触れてしまったからこそ余計に距離がわからなくなってしまいました。友達として彼を大切にし続けるのが正解なのか、もう会わない覚悟をするべきなのか、自分の中で答えが出ません。っていう DM をいただきました。もうさ、なんだろう。何？今日だけ恋人ごっこしないって何？こちとらさ、ごっこするために生きてるわけじゃねえんだよって。全力で本番で恋してんだよって。何なの一体。いやーもうさ、聞いた瞬間さ、はい出たっていう、こっちはそのごっこでさ、心ズタボロになってんだよっていう案件だよね、これ。正直ね、ちょっと拳握りそうになったよね。っていうかさ、僕たちゲイの世界ってさ、友達と恋人の境目が本当に曖昧だったりするじゃん。特にさ、10年来の仲良しで飲みに行ってて、旅行もして、宅飲みもして、なんなら老後の約束までさ、交わしてる相手なんだよ。もうそれさ、純婚約者じゃん。でさ、誰よりもお前のこと分かってると思うってさ、夜中に言われてみ。はい、恋確定です。なのにさ、朝起きたらさ、何もなかったかのように、おはよう、昨日酔ってたわ。みたいな顔でさ、目の前に現れるやつ。それはさ、昨晩の彼氏モードじゃなくて、記憶喪失系ヒロインです、それ。でもね、わかるよ。言えないんだよね。好きになっちゃったって。だって今までの関係がさ、壊れるのがさ、一番怖いんだもん。やっと気づいた親友っていう立場、自分からぶっ壊す勇気ってなかなか持てないよね。それでもさ、このまま友達としてってごまかしながら関係を続けてたらさ、どうなると思いますか？もうその関係はね、もう沼のデスループです。抜け出せないまま、もうどんどん自分だけがさ、溺れていっちゃう感じのやつ。しかもさ、触れてしまったっていうところがさ、また絶妙にやばいんだよ。友情ってさ、触れないからこそ保てる部分ってあるじゃん？そこをさ、超えてしまったらさ、もうただの友達ではいられなくなっちゃう。そして何よりも、この DM からさ、一番伝わってきたのは、この DM 主の方、めちゃめちゃ我慢してると思う。もうとっくに限界来てるよね。言葉にするたび涙ぐんでるの浮かんじゃう。でもここで一つはっきり言わせてもらうのであれば、あなたは友達として全く大切に扱われてない。あなたは友達として全く大切に扱われてない。彼にとって、都合のいい夜だけ彼氏役にされて、翌朝はさ、元の位置に戻されるその繰り返し。それって友情でも愛情でもなくて、自分の寂しさを埋める道具として扱われてるっていうこと。その彼に一切悪気がなかったとしても、その優しさのせいであなた自身が壊れるのであれば、それはもう優しさではありません。なんかね、僕ね、何度もこういう話を聞いたりとかさ、相談をされたりしたことあるんだけど、酔った時だけさ、甘くなる男ってさ、本当に罪深いと思う。あとさ、酔ってる時にだけ連絡してくるやつに限って、こっちがさ、本気になった途端、友達じゃんって。
しれっと言ってくるから、どの口が言ってんだって、ファミチキ口の中詰めてやろうかと思う。でもね、それでも彼を責めたくないって思ってしまう、この DM 主さんの優しさ、わかるよ。本気で好きになった人のことをさ、悪者になんかしたくないよね。でも、このまま友達のふりをし続けていると、あなたの心の中で好きっていう気持ちがどんどん濁っていって、最後にはさ、もう自分のことまで嫌いになってしまう、そういう未来がなんか見えちゃう。どうしてこんな扱いされても好きなんだろうって、なんで言えないんだろうって。でもね、それはね、あなたがダメだからじゃない。あなたは心から人を大事にできる人だからこんなに悩んでるんだと思います。でね、じゃあどうすればいいのっていう話なんだけど、もうね、僕からの提案はシンプル。会う頻度を減らして距離を置く。この一択です。急に縁を切った方がいいよなんていうことは言わない。でも、いつでもそばにいてくれる存在で居続けたら、相手は変わらない。彼があなたに本当に大切な思いを抱いてくれてるのであれば、距離を取った時に初めて気づくものがあるかもしれない。逆にね、何も変わらずにそのままスルーされるのであれば、それが彼の本音ってこと。あなたは誰かの気まぐれで恋するために生きてるわけじゃない。ちゃんとまっすぐ向き合ってくれる相手にまっすぐ恋していいはずなんだよ。最後に一言だけ、あなたがこれまで彼に向けた気持ちも、酔った夜も、涙をこらえた朝も、全部本物の愛だったと思います。その愛は確実にあなた自身の価値を証明してる。だからどうか自分を責めずに、もう十分頑張ったと思います。あなたの恋がいつかごっこじゃない本物に出会えますように、ここからちゃんと自分の幸せをぜひ掴んでいってほしいなって心から願ってます。頑張ってね。はい、ということで今回の動画はどうだったでしょうか。もうほんとさ、友達のふりしてさ、本当はずっと恋をしてたっていう話。でもさ、関係を壊したくないってね、一番自分がさ、傷つく立場に立ち続ける人ってさ、優しすぎるよね。優しいよ、本当に。恋ってさ、伝えたら終わるかもしんないし、伝えなきゃさ、苦しいまま。どっちに転んでもさ、痛いからこそ、それでもちゃんと自分の心は守っていいって僕は伝えたいなって思います。ということで、引き続きチャンネル登録と、あと高評価と、そしてコメントですね。皆さんのご意見、ぜひ聞かせてください。こちらのコメント欄に書いてくださいね。書いてね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイチャー。